はい、皆さんこんにちは。今回はですね、チャンネル登録者数300人記念ということで、愛知県のうまいつけ麺屋ランキングベスト3という内容で動画を作りました。愛知県内にはね、結構美味しいつけ麺屋がいっぱいあるんで、かなり悩んだんですけど、頑張って厳選してみたので、最後まで見ていただければなと思います。もうこれから紹介するつけ麺屋はもう間違いなくどこもトップレベルの味のお店だと思うんで、行ったことない店があったらぜひ一度足を運んでみてほしいと思います。それでは早速愛知県の美味しいつけ麺屋ランキングベスト3に参りたいと思います。僕の思う美味しいつけ麺屋ランキング、まず第3位は、麺屋半蔵さんです。これ出すとね、3位で半蔵出すのって思う方も多分いらっしゃると思うぐらい、ほんと美味しいお店で、行列ができることもしばしばあるようなお店です。で、ここの伊勢海老つけ麺っていうのが僕は大好きで、半蔵さんに行くといつもこの伊勢海老つけ麺っていうのを注文してしまいますね。このエビの濃厚な風味とコクがガツンときてめちゃくちゃうまい一杯です。で、エビを使ったつけ麺って結構薄い味のところが多いっていうか、あまりエビ感が感じられない店って結構多いんですよね。で、そういう店が多い中で、この半蔵さんの伊勢エビつけ麺はもうがっつりエビです。もう香ばしくて上品な伊勢エビちゃんの香りがもう鼻を突き抜けますね。食べたことない人は一度は食べてみてほしいですね。で、スープも濃厚で素晴らしいんですけど、麺にもかなりこだわっていて、小麦の風味がしっかり感じられるような麺になってます。いわゆる全粒粉の平打ち麺ってやつですね。つるつるもちもちで、濃厚スープにこれでもかっていうぐらい絡みます。やっぱ美味しいつけ麺屋ってやっぱ麺がうまいんですよね。で、僕はいつも全部乗せでこの伊勢海老つけ麺注文するんですけど、この半蔵さんの全部乗せはもう特におすすめです。もう他店では味わえないようなかぼちゃとか、ししとうとかヤングコーンとか、そういう香味野菜がいろいろついてきて、これもスープにくぐらせるとマジで化けるんですよね。めちゃくちゃ美味しくなります。エビのスープとこんなに合うんだなって感動しますね。すごい計算された味わいで、たまんないですね。あとは半熟煮卵と豚と鶏の3種類のチャーシューがついてくるんですけど、これがまた絶品です。特に鶏のレアチャーシューはやばいですね。ここまでで十分やばい美味しさなんですけど、なんといっても締めの雑炊の破壊力ですね。やっぱり濃厚な漬け汁ときたら、やっぱりご飯をぶち込まない手はないと思うんですけど、半蔵さんは特にこの雑炊が美味しいんで、ぜひやってみてください。今回は伊勢海老つけ麺を紹介したんですけど、台湾つけ麺っていうメニューもあって、そちらも、僕はまだ食べたことないですけど、僕の友達曰く、もう半蔵は台湾つけ麺だぞっていうぐらい、美味しいと感じてる人もいるんで、また食べてみたいですね。はい、ということで、まず第3位は、麺屋半蔵さんでした。はい、続いて第2位に参りたいと思います。第2位は、麺者すぐれさんです。この麺者すぐれさんは、春日井市にあるお店で、最近一宮市にも2号店をオープンしたお店なんですけど、先ほど紹介した麺屋半蔵さんとか、これから紹介する第1位のお店とかと比べると、やっぱそんなに知名度は高くないかもしれないんですけど、ここめちゃくちゃうまいですよね。で、このお店でいつも僕が注文するのが、この白つけ麺濃厚魚介トリトンってやつですね。で、これがもうマジで、濃厚っていうのは言うまでもなくて、魚介系の風味と鶏の風味と豚の風味がそれぞれしっかり感じられるんですよね。やっぱつけ麺ってどうしても魚介豚骨を出している店がめちゃくちゃ多いと思うんですけど、というか体感値で言ったらもう濃厚を歌ってる店の方90%ぐらいはだいたい魚介豚骨だと思うんですけど、そういう店ってもう結構魚介に全部持っていかれがちなんですよね。もう魚介の風味が強すぎるというか、そんな店が多い中でこのすぐれさんはもう魚介だけじゃなくて鶏の感じも豚の感じもしっかり出ていて珍しい味がしますね。もう本当にそれらがマッチして高粘度のドロドロのスープになっててもうたまらなくうまいです。あと麺に使われている小麦にもかなりこだわっているみたいで、北海道産の小麦のみを使ってるみたいです。店の外にも看板に小麦香るって書いてましたからね。そこから生まれる麺とスープの高い次元でのバランスがすごいですね。あとはスープに牡蠣醤油、牡蠣の醤油が隠し味で入ってるみたいですね。本当にこだわりが詰まった一杯っていう感じです。もちろんこんなに美味しいお店なんで、昼夜問わず、店の外にまで常に行列ができてるようなお店なんですけど、もう開店が早いのも素晴らしいところですね。もう店員さんがテキパキ無駄なく動いてるんで、この前行った時も10人以上並んでたんですけど、もう30分ぐらい待ちで結局もう食べ始めることができたんで、かなり開店は早い方なのかなと思います。あとはスープが濃厚なんで、締めの雑炊はもう言わずもがな絶品なんで、初めて行かれる方は必ず雑炊の注文も忘れないようにすることをお勧めします。はい、ということで第2位は麺者すぐれさんでした。はい、続いて最後、いよいよ第1位ですね。愛知県の本当にうまいつけ麺屋ランキング、個人的に第1位は
中華そばなるさんです。1位はやっぱり悩んだんですけどね、今回はなるさんにさせていただきました。東京のつけ麺の名店道っていうお店で修行を積んだ店主が作る絶品のつけ麺を味わえるのがこのなるさんです。僕はいつもこの濃厚つけそばを注文するんですけど、オープン当初に行った時から一度リニューアルオープンしていて、メニューも一新しているみたいですね。もう本当にさらに美味しくなった印象があります。でこの画像のメニューは、特製濃厚煮干しつけそばっていうメニューで、この他にもラーメン系の美味しいメニューもあったりして、何を注文しようか結構迷うと思うんですけど、初めて行く方はやっぱりこの濃厚煮干しつけそば一択だと思いますね。本当に濃厚な魚介のこってりつけ麺からほのかに香るなんか煮干し感が最高ですね。であと味のアクセントになんか柚子みたいな柑橘系の甘みも感じられて、他店ではまず味わえないような独特の一杯になってますね。濃厚魚介系のつけ麺の中では文句なしに1位と言っていいと思います。で麺もなんかすごく綺麗で食欲をそそられるツヤ感で、つけ汁との絡み方ももう尋常じゃないです。やっぱかなり濃厚なので、くどいかと思いきや、やっぱ柑橘系の酸味がそれを和らげてくれるんで、最後まで結構美味しくいただけちゃうんですよね。あとは全部のせにすると、別皿で提供される低温調理のレアチャーシューたちもこれもまた度肝を抜かれるぐらい美味しいです。中でも珍しいのが砂肝のレアチャーシューってやつで、これは他店ではなかなかお目にかかれないですよね。なんかレアなのにコリコリとした小気味良い食感で、かなり美味しいですね。砂肝のレアチャーシュー。でオープンしたての頃に行った時は実は全然並んでなかったんですけど、このなるさんはもう最近では本当にオープン前に行列ができるのは当たり前で、先日行った時にはもう2時間待ちだったんで、かなりの繁盛店ですよね。愛知県でつけ麺を語るんだったらなるに行かないとやっぱ始まらないと思うんで、行ったことない人は絶対に行くべきだと思いますね。そしてやっぱりなんかうまいつけ麺屋の特徴として山椒が置いてあるっていうのが結構あるあるなんですよね。先ほど紹介した2位のすぐれさんもペースト状の山椒が置いてあって、やっぱ山椒と濃厚なつけ麺って結構合うんですよね。なので僕の場合山椒が置いてあるつけ麺屋に行くと、この店分かっとるやんみたいな、そういう期待感が爆上がりしますね。この動画を見てる皆さんも一度つけ麺屋に山椒が置いてあるか意識してみると面白いかもしれません。大体その店多分美味しいですね。ということでね、中華そばなるさん、つけ麺が好きならもう行かない手はないと思うんで、ぜひ一度行ってみてください。はい、ここまでで3位、2位、1位が出揃ったんですが、今回はもう少し時間をください。本来であれば絶対的1位だったお店を今回番外編としてちょっと紹介させてください。そのお店はもう今は店舗営業はしていなくて、今はもう店主の意向でお持ち帰りのみの営業になってます。もうここまで言うと鋭い方はもうわかるかもしれませんね。店舗営業をもししていた場合、僕の中での絶対的1位のお店があります。それはつけ麺舞さんです。すいません、今回は番外編とさせてもらったんですけど、味的にはもう間違いなく1位です。ただ僕の考えとしては、お店で食べる、そのお店の雰囲気とかもね、重要だと考えているんで、今回は番外編とさせていただきました。で去年からお持ち帰りのみのお店になっていて、実は僕の中学の友人が修行していたお店でもあるんですよね。鶏を使った濃厚なつけ麺で、愛知県のみならず全国でもトップクラスの美味しさにランクインすると思います。ここも先ほど紹介した3つのお店と同じでもう濃厚なつけ麺を提供しているんですけど、ただ一味違うのが魚介ベースじゃないですよね。本当に鶏ベースで濃厚なんです。そんな店実はめちゃくちゃ少ないんですよね。もう濃厚を歌ってる店って大半が魚介豚骨系を使ってるんで、良くも悪くも味が似てきてしまうんですよね。逆に魚介豚骨系を使わないと濃厚なスープに仕上げるのって多分難しいと思うんですよね。そう思ってたんですけど、このつけ麺舞さんはやってくれたんです。もう鶏で濃厚なんですよね。しかも一番うまいです。もう初めて食べた時は衝撃を受けました。今は海士に店舗があるんですけど、初めて行ったのはまだ名古屋市熱田区にあった頃でしたね。熱田神宮の近くに店舗があって、その頃は一度に3杯ずつぐらいしか作れなくて、で店内も5席ぐらいしかなかったんで、もう開店と同時に2時間待ち確定みたいな、そんな感じでしたね。その頃からすごい行列だったんでね。で海士の店舗になってからもういっぱいいっぱい丁寧に作ってるんで、開店は結構遅いんですけど、20人ぐらいは入れるお店になりましたね。店長のこだわりが強くて、もうつけ汁の出来が悪い時はもう営業しませんっていうぐらい、もうつけ汁にはすごいこだわってます。今お持ち帰りでやってるかはわからないですけど、チーズリゾットも本当に度肝を抜かれる美味しさでしたね。もう本当にね、このつけ麺舞さんはもう間違いなく僕の中では伝説級のお店なんで、もう一度味わってみたい方はね、もうぜひお持ち帰りでもいいので一度食べてみてはいかがでしょうか。はい、以上が、僕が美味しいと思う愛知県のつけ麺のランキングでした。3位が麺屋半蔵さん、
2位が麺ジャスグレさん、1位が中華そばなるさん、そして番外編としても伝説級に美味しいお店つけ麺まいさんを紹介しました。これらはもう本当に外れはないと断言できますので、もし行ったことない店があったという方はね、ぜひ一度足を運んでみてはいかがでしょうか。ただこれが3位かよ、これが1位かよって人それぞれいろいろあると思いますんで、味の感じ方もやっぱね、このお店うまいかっていう感じられる方もいるかもしれないですけど、賛否両論、コメントは大歓迎なんで、ぜひ俺はここの店のがうまいと思うぞっていうお店があれば教えていただければ幸いです。これからもこのような主に愛知県とか東海地方を中心に美味しいと思った動画をアップしていくんで、美味しそうだなとか役に立ったなという方はぜひチャンネル登録で応援していただけると励みになります。それではまた次回の動画でお会いしましょう。最後までご視聴ありがとうございました。